こんにちは、写真家の井上博樹です。こちら北海道も暑くなる日がちらほら出てきて、心地よい初夏の風が吹き始めています。北海道の真ん中あたり富良野から旭川のエリアでは、あちこちでラベンダーが見頃になり始めています。春巻き小麦が育つ丘も初夏の色になっています。この日は寝坊して日の出前後のドラマチックな時間帯の撮影ができなかったのですが、日が昇ってもしばらく朝霧が残ってくれたおかげで、ちょっと良い感じの光景になりました。バレー書、じゃがいもの花も満開になっています。北海道の翼エアドゥのボーイング767がじゃがいもの花が揺れる丘をかすめて旭川空港へアプローチしていきました。灰色の子狐がいたと思ってドキドキしながら近づいたらこの猫でした。猫のこの前足が素敵ですよね。港町周辺で子狐を探していると、時々猫の姿を子狐のそれと間違えてしまうのですが、近頃そんな猫たちにも親近感を覚え始めています。ちょっと撮ってみたいなぁなんてね。さあ、こちらは子狐の兄弟で一番小さかった子です。松ぼっくりの大きさと比べてもその魅力ある小ささを感じていただけると思います。久しぶりに見かけたのですが、行動はすっかり大人びてきていて、クワガタのような大きな黒い虫を捕まえていました。そしてこちらはだいぶ大人びてきた子狐。林の中で育っているせいもあって枯れ葉が右肩にくっついています。井上に気づかず道路に出てきて、カメラを構える井上と目が合った直後、ウサギのような速さで林の中に逃げ帰ってしまったのがちょっと残念でした。だんだんと子狐たちに会いにくい季節になっています。背景の選び方が写真のクオリティにどのような影響を与えるのでしょうか。写真を撮る際に背景が乱れていると被写体が目立たなくなり、全体の印象が悪くなることがあると言われています。そのような写真は視覚的に落ち着かない印象を与えて、被写体の魅力を引き立てることができなくなるのです。これから紹介する井上のダメな作例を通じて、背景の乱れがどのように写真に影響するのかを確認して、背景の選び方の重要性を見ていきたいと思います。まずはこの写真から。子狐が道路脇を歩いているところですが、背景にガードロープや草むらが映り込んでいて少し雑然としています。どんなところに子狐がいたのかということはわかりますが、記録写真としての写真はこの時の井上が求めているところではありませんでした。このように背景が乱れているため、被写体である子狐が目立たず、視線が散漫になってしまっていて残念です。そこで少し先回りして子狐の正面から撮影したのがこちら。雑然としていた草むらや画面を横切るガードロープがなくなって、子狐の背景が緑のボケばかりになりました。結果として被写体である子狐が際立ってきています。背景の乱れがないことで視覚的に落ち着いた印象を与え、子狐の存在感が強調されていると言えるでしょう。小狐それ自体の尊さは変わりませんが、写りや表現という意味からこちらの方が井上の好みです。こちらは井上の自宅の近所。秋から冬の終わりにかけてここを住処にしているエゾフクロウです。もちろんこの作例の被写体は素敵です。とはいえ背景というとエゾフクロウが住む森がボケとなって写っているのですが、そうですね、少し雑然としています。その結果として素敵なフクロウの存在感が薄れてきてしまっているんですね。背景の乱れが視覚的に落ち着かない印象を与えて、被写体であるエゾフクロウが引き立たなくなっています。井上が試した改善例の一つを見てみましょう。立ち位置を変えつつエゾフクロウへの撮影圧を増やさないようにテレコンバータを使って焦点距離を 400mm から 560mm に伸ばしてエゾフクロウを画角に対して大きく映るように撮影しています。この時は背景にあった紅葉に強い日差しが当たって紅葉が進んだ葉っぱがキラキラしていました。絞りを開けて撮ることで背景の輝きが美しい玉ボケとなり、秋の色合いを際立たせることができているのかなと思います。このように背景が印象的な美しいボケになると被写体が際立ってくるように感じます。さあ、またキタキツネを例に見てみましょう。キツネ父さんが魚をくわえています。このようなシーンに出会ったら思わず撮りたくなってしまいますよね。まずはこの1枚をさっと撮りました。いかがでしょうか。背景に工事の看板や青いポールスタンドが映り込んでいて、雑然としていますよね。そう、乱れ、背景が乱れているのです。ここでも背景の乱れが視覚的に落ち着かない印象を与えて、せっかくの被写体である魚をくわえたキタキツネがなんかいまいちな感じですよね。
そこで井上はどうしたのか。まず少し左にそーっとキタキツネを驚かせないように移動して、道路を利用して背景の抜けを良くして、ボケの中で背景からキタキツネを分離させます。そして道路外側線を示す緑の LED ライトの玉ボケとキタキツネの顔が並ぶように、前のカットよりもカメラの位置をぐーっと下げて撮影をしています。ちなみに 400mm のような超望遠レンズをつけていても、カメラの位置をさっと下げてシャッターを切ることができるのはチルト式液晶ディスプレイのおかげです。バリアングルだとディスプレイの展開と被写体の捜索に1秒以上かかってしまうので、絶望しかありません。そんなことをやっているうちに撮影のチャンスを失います。バリアングルで超望遠撮影は大変だということを聞いた誰かが SNS で下手くそなどとね、想像力に欠いた発言をされているのを見かけましたが、超望遠レンズを使って1秒争う撮影っていうのは体験しないとね、ちょっと想像は難しいかもしれませんが、バリアングルでもいいじゃないかはね、ちょっとね乱暴な議論かもしれません。残念だなと思いました。バリチル、マルチアングル液晶が様々なカメラに搭載されることを井上は強く望んでいます。さあ、今度はキネズミことエゾリスを見てみましょう。夏の終わりの頃の森の中であったエゾリスがくるみの青い皮をガブガブ剥いています。食べ物が少なかった夏の盛りが終わって素敵な食の季節が始まりそうです。こちらの作例では正面からエゾリスを捉えて見ているのですが、背景に葉っぱが少なくて曇り空が多く見えています。気度差も大きくて写りもいまいちです。この写真は老現像で気度差を整えていますが、背景に白く明るすぎるところが多いので、注意散漫な乱れた感じに見えてしまいがちです。少しだけ井上は立ち位置を変えてみました。こちらの方が背景に緑が増えて、エゾリスに視点が行きやすくなっていることと思います。背景の乱れがないことで視覚的に落ち着いた印象が出てきて、エゾリスの魅力に集中することができているのかなと井上は考えています。この作例も 400mm の焦点距離のレンズで撮影しているのですが、望遠レンズを使っているときはほんの少しだけ撮影位置を変えるだけで背景は大きく変わっていきます。ほんの少しの移動が劇的な効果を生むのが望遠レンズを使った撮影なのです。面倒がらずに数カット撮ったらすぐに少しだけ動いて背景違いのカットを撮るということを積極的にやってみることを強くお勧めします。さあ、こちらは晩秋のキネズミ。紅葉の森の中であったエゾリスが木の枝につかまってこちらを見ています。エゾリスの手前の枝や後ろの幹などがごちゃごちゃとしています。そう、これも乱れです。こんな時はとりあえず今日もエゾリスに会えました、いましたの証拠写真のようなこの1枚を撮って、その後はいかにシンプルに、いかに印象的に晩秋の森の今日ならではの1枚が撮れないかと背景を考えるのです。そこで撮ったのがこのシンプルな1枚でした。背景がこの日ならではの黄色いボケになっていて、柔らかい光を浴びたエゾリスはしっかりと存在感を持っています。こういった1枚を得るためにはこのように映りそうな場所でその時を待つしかないんです。とっておきの撮影方法なんてありません。ここに来た時にしっかりとピント合わせてブレないように撮るだけなんです。もしかしたらこの日にここでシャッターを切るチャンスが1回か2回しかないかもしれません。でも井上は乱れた背景の写真を何枚も撮るくらいなら、ここで極上の1枚を撮りたいなと思って待つことが多いです。いかがでしたでしょうか。今回は井上のいまいちな作例を通じて背景の乱れが写真に与える悪影響とその解消方法について見てきました。背景を少しだけ工夫することで被写体がより引き立つ写真が撮れるようになることを実感いただけたのかなと思います。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方はグッドボタンを、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。